私は三万層祝福家庭の2世、原純子と申します。現在は北海道の札幌創生協会で特別研修生として歩んでいます。この度、初めて40日修練会に参加することができました。修練園に来る前の私は恨みの塊でした。2020年に祝福を授かりましたが、なかなかうまくいかず、それがきっかけで親とすれ違うようになりました。親に自分の気持ちを理解してもらえずに苦しい日々が続き、最終的にもうダメだとなった時に、祝福を親に壊されたと自分の両親をひどく恨みました。お互いの気持ちがすれ違う中で、私なんかより身胸が重要なんだと感じたその時の私は、教会を離れていった2世たちの痛みを痛感し、こうやって多くの2世が離れていったんだと感じましたし、ややもすると自分も教会を離れようかと思っていました。親の顔を見たくないし、声も聞きたくない、深い恨みを持っていました。さすがにここまでの思いは自分の思いではなく、中心霊の思いだと頭では理解してましたが、自分ではどうすることもできずにいました。天使園で祈ろうと思っても、心の傷口からいろんな負の思いが湧いてきて、過呼吸気味になったことがあり、それからチョンピョンに来るまでは、天使園で祈ること、徹夜祈祷会の参加も拒否する日々でした。しかし、特別研修生という公的な立場ではあったので、目の前の公務や見ていった対象の2世権は多く、ある意味心をなくしながら投入せざるを得ない毎日でした。親に恨みを持ちながら、同時に神様に対しても恨んでいました。私を本気で幸せにしようとしているのか、だとしたらなぜこんなことになるのか。悔しさでいっぱいだった私には理解できず、神様に対して不信の日々でした。そんな恨みを抱えてチョンピョンに来ました。自分のことだけに集中できる修練会は私にとって本当にありがたいものでした。レジチームや賛美隊に入って忙しくしながらも必ず内政の時間を確保し、自分と向き合い続けました。修練会を通して本心が啓発されればされるほど、原理を学べば学ぶほど、自分が恨みのために親や神様にしてきた数多くの暴言、悪態がいかに愚かなことであったのかが分かり、あまりに申し訳なく苦しくなりました。すべて私が悪かったですと心から悔い改めるようになりました。日本にいるときはいくら祈っても届かない感覚、さらには祈りすらも拒否していた私でしたが、毎日の徹夜生成を重ねながら、徐々に天の父母様と私の間にあった壁が薄くなってきているのを感じていました。40週一番の転機は第995回徹夜祈祷会でした。一番前の席で参加でき、とてもたくさんの恩恵がありました。自分の幸せはいつ与えられるのか、神様は私を幸せにする気はないんじゃないかと不信し、最終的には周りが幸せなら私は幸せにならなくてもいいと諦めていました。しかし神様は、私の幸せは個人次元、家庭次元にはとどまらず、もっと大きな幸せを与えたい神様であることを知りました。自分には何か大きな使命があって、ここに呼ばれたんだと感じたからです。その使命とは、傷ついた多くの2世たちを救うために、代表してここに呼ばれた私であることを悟りました。自分が通過してきた苦労は、同じように苦しんでいる2世たちに手を差し伸べてあげるための歩みだったんだと気づきました。神様は本気で2世権を取り戻したい。だからこそあえて私が同じように傷つき、苦労して痛みを分かってあげるための道を与えたんだと分かりました。私が苦しく歩んだ期間は全て意味のあることであったなと、ようやく心から理解することができましたし、恨みゆえに私が本当に離れてしまわないように、すぐにこの時に40週に送り、お母様の体中でもう一度生まれ変わるように導いてくださった天の大きな愛を感じました。995回の徹夜祈祷会はちょうど40週始まって21日目であり、さらには絶対前例となっている祖父の命日でもありました。偶然ではなく、この時に摂理をされようと計画された神様を感じましたし、祖父も張り切って役実したのではないかなと思います。本当に天の父母様、誠の父母様、絶対前例の多くの教女に感謝いたします。修練会が終わってからは、この恩恵をより多くの
特に2世権に証しをしていきながら、霊界ではアボジが必死に私たちを鼓舞してくださっていること、そして重荷を支えていける私たちになっていくんだということを力強く伝えていきたいと思っています。お母様の体重でお父様と出会ったここを原点に、どんな困難があっても堂々と笑顔で乗り越えていくことを決意します。ありがとうございました。감사합니다。